こんにちは、あつこです。今日は皆さんにおなじみのジブリ映画の名場面を使って楽しく場面描写の練習をしていきましょう。このビデオではステップアップ方式で段階的に描写スキルを学んでいきます。まず最初のステップではシンプルな日本語で場面を描写します。対象レベルは日本語能力試験の N5 から N4 程度です。次に同じ場面を少し詳しく描写していきます。こちらは N3 から N2 レベルを目指しています。最後にこの場面の物語の内容をより深く説明します。ここでは N2 から N1 レベルを目標としています。順番にチャレンジしていただくと自然に表現力が上がり、無理なく実力が身につきます。また、学びたいレベルに集中して取り組むのも良いですね。各描写に入る前に描写に役立つキーワードを紹介していきます。それらの言葉を使って実際に場面を描写してみましょう。文章を声に出して読んだり、コメント欄にあなたの描写した文を書き込んだりするのもおすすめです。コメント欄に書かれた文章は私ができる限り添削しますよ。では、今から少しゆっくりめに読んでいきます。必要に応じて再生速度を調整してください。目標は 1.5 倍速で理解できるようになることです。CC 字幕をオンにしてお好みの言語を選択してください。それでは始めましょう。まずは絵をよく見てください。これは私が大好きな映画千と千尋の神隠しの印象的なワンシーンです。1、簡単な日本語での描写 N5 から N4 レベル。キーワード、女の子、子供の女の人、若い女の人、電車、レールの上を走る乗り物、席、座るための場所、半ズボン、半分のズボンという意味。膝より上の長さのズボン。靴、主に外で歩くときに使う足に履くもの。心配、悪いことが起きるかもしれないと思い、心が落ち着かない気持ち。太った、体にたくさんの脂肪がついていること。窓、光や風を入れるために、または外を見るために壁に作られた穴。海、地球の陸ではない場所で海水がたくさんあるところ。雲、空に浮かんでいる水の雫や氷の粒。では、これらのキーワードを参考に実際に
場面の描写をしてみましょう。描写文。女の子が電車の席に座っています。女の子は緑と白のシャツとピンク色の半ズボンを着て黄色い靴を履いています。女の子は何かを心配しているように見えます。女の子の右には黒い服を着た変な人がいます。その人の顔は白く、目と口は黒です。女の子の左には太ったネズミと小さな黒い鳥がいて、窓の外を見ています。電車の外には青い海と白い雲が広がっています。電車には他にも人が乗っています。でも彼らは顔も体も黒く見えます。補足、小さなと小さいの違い。ここでは小さな黒い鳥と言っていますが、小さい黒い鳥ということもできます。小さい黒い鳥は客観的なニュアンスを持ち、誰が見ても小さいと感じる黒い鳥を指します。一方、小さな黒い鳥は主観的なニュアンスを持ち、話している人が小さいと思う黒い鳥を指します。文法的に見ると、小さいは形容詞で、小さなは連体詞です。質問タイム。この描写文をもとに場面についての質問に答えてみましょう。まずはあなたが質問に答えてみてください。その後で私が回答例をお伝えしますね。女の子はどこにいますか？女の子は電車の席に座っています。女の子はどんな服を着ていますか？女の子は緑と白のシャツとピンクの半ズボンを着ています。女の子の右には何がいますか？女の子の右には黒い服を着た変な人がいます。黒い服の変な人はどんな顔をしていますか？その人の顔は白く、目と口は黒です。女の子の左には何がいますか？女の子の左には太ったネズミと小さな黒い鳥がいます。電車の外には何がありますか？電車の外には青い海と白い雲があります。電車の中にいる他の人は
どのように見えますか？他の人は顔も体も黒く見えます。場面の描写に挑戦。では、ここで動画を一時停止し、絵の描写に挑戦してみましょう。私が作成した文は一つの例に過ぎません。ぜひあなたの言葉でこの場面を描写してみてください。間違っても大丈夫。コメント欄に書いてくれた文章には私ができる限り添削しますよ。では、一時停止ボタンを押して早速あなたの文章を作成してみましょう。2、より詳しく描写。N3 から N2 レベル。次は先ほどと同じ絵をより具体的に描写していきます。N3 から N2 レベルなので少し難しく感じるかもしれませんが、心配しないでください。例文を読んで言葉や表現の使い方を学ぶだけでも大丈夫です。表現力を磨く良い機会なので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。キーワード。これらのキーワードを参考に、実際に絵の描写をしてみましょう。座席、椅子、ベンチなど、具体的に座れるもの。席は、具体的な椅子などの座るものではなく、座る場所を言います。模様、服や布などに描かれているデザインや形。縞模様は線が並んでいる模様。少女、おおよそ6歳から18歳前後の女の人。表情、顔で気持ちを表すこと。緊張する、不安や心配で体や気持ちが硬くなること。不思議、普通ではなく、なぜそうなっているのかわからないこと。存在、人や物がそこにいること、またはあること。無表情、顔に気持ちが現れていないこと。お面、木や紙などで作られた人や動物の顔の形をしたもので顔につけて使うもの。興味深い、何かに関心があり、もっと知りたいと思うこと。広大、広く大きいこと、またはその様子。浮かぶ、水や空の中にあって止まっているように見えること。雰囲気、場所や人たちが自然に作り出すムードのこと。対照的、二つのものの違いがはっきりとわかること。ぼんやりする、はっきり見えない様子。ものや気持ちが曖昧な状態。では、これらのキーワードを参考に、実際に場面の描写をしてみましょう。
描写文。電車の赤い座席には緑と白の縞模様のシャツを着た少女が座っています。彼女はピンク色の半ズボンと黄色い靴を履いています。少女の表情は少し緊張しているようにも、何かを心配しているようにも見えます。両手を膝の上に置き、前を見ています。女の子の右側には黒い服を着た不思議な存在が静かに座っています。その体は黒く、顔は無表情で白いお面のようです。その手は体に比べてとても細く、まるで子供の手のようです。一方、女の子の左側には小さな動物たちがいます。一匹は太ったネズミで、もう一匹は虫のような小さな黒い鳥です。二匹とも興味深そうに窓の外をじっと見ています。窓の外には青い空と広大な海があり、白い雲が静かに浮かんでいます。この美しい風景と電車の中の不思議な雰囲気が対照的です。電車の中には他にも乗客がいますが、彼らの体と顔は黒くぼんやりしていて、表情はわかりません。質問タイム。この描写文をもとに場面についての質問に答えてみましょう。まずはあなたが質問に答えてみてください。その後で私が回答例をお伝えしますね。少女はどんな服を着ていますか？少女は緑と白の縞模様のシャツとピンク色の半ズボンを着ています。少女の表情はどのように見えますか？少女の表情は少し緊張しているようにも、何かを心配しているようにも見えます。少女の右側には何がいますか？少女の右側には黒い服を着た不思議な存在が静かに座っています。その不思議な存在の顔はどのように見えますか？その顔は無表情で白いお面のように見えます。女の子の左側には何がいますか？女の子の左側には太ったネズミと虫のような小さな黒い鳥がいます。窓の外には何がありますか？窓の外には青い空と広大な海があり、
白い雲が静かに浮かんでいます。電車の中には他にどんな人がいますか？電車の中には他にも乗客がいますが、体と顔が黒くぼんやりしていて、表情はわかりません。より詳しい場面の描写に挑戦。では、今から一時停止をして、あなた自身の表現でこの場面を描写してみましょう。自分が書いた文が正しいか知りたい方はコメント欄を利用してくださいね。私ができるだけ添削します。それでは一時停止をして描写または音読を楽しんでみましょう。3、場面のストーリーの説明。N2 から N1 レベル。ここからはこの場面のストーリーを深く説明する N2 から N1 レベルに挑戦してみましょう。難しそうと思ったら、まずは一通りキーワード、ストーリーの説明文、質問を繰り返してみてくださいね。それでは、まずはキーワードを学びましょう。キーワード、主人公、物語の中で中心となる人物、助ける、困っている人を手伝うこと、救うこと、奪う、人のものを力で無理やり取ること、魔女、魔法を使う女性。魔法使いは男性、女性、両方に使える言葉です。救う、困っている人や危ない状況にいる人を助けること。謎めいた、不思議で意味がわかりにくい様子。呼びかけ、声を出して人を誘うことや注意を引くこと。解釈する、言葉や物事の意味を考え、自分なりに理解すること。依存、他の人や物に頼ること。寄り添う、気持ちや体が相手のそばにあること。過保護、必要以上に世話をしたり、守りすぎたりすること。景色、自然の美しい眺め。過去、今よりも前の時間や出来事。死者、亡くなった人。曖昧、はっきりしない様子。具現化、頭の中にある考えやイメージを実際に形として表すこと。象徴的、ある物事をよく表していること。では、これらのキーワードを参考に、実際にこの場面のストーリーの説明に挑戦してみましょう。ストーリー説明文。このシーンは、主人公の千尋が自分の命を救ってくれた白を助けるために電車に乗り、ゼニーバに会いに行こうとしている場面です。千尋はゼニーバに白のしたことを謝り、彼がゼニーバから奪った魔女のハンコを返すことで
白の命を救おうとしています。千尋の右隣には黒い体と白いお面のような顔を持つ謎めいた存在、顔なしが座っています。顔なしは湯屋で暴れた後、居場所を失い、千尋の呼びかけに応じて、この旅に同行しました。宮崎駿監督によれば、顔なしは自分を持たず、誰かにくっつきたいと思いながらも、出会うものや人によって形を変える存在であり、誰の中にもいるものと説明しています。そのため、顔なしはアイデンティティを持たず、他人に依存して変化する人々の象徴とも、自分の存在を認めてくれる人を探している人とも解釈されています。一方、千尋の左側には太ったネズミと小さな黒い鳥がいます。太ったネズミは湯婆婆の息子、坊が魔法で姿を変えられたもので、鳥はそのそばで寄り添いながら坊の面倒を見ています。坊は湯婆婆に過保護に育てられていたため、これまで湯屋の外に出たことがありませんでした。そのため、窓の外に広がる美しい景色を嬉しそうに見つめています。千尋たちが乗る電車は、過去に向かう電車や死者の国に向かう電車とも言われています。車内には黒い影のような乗客が静かに座っています。彼らは表情がなく、まるで過去や記憶の中の存在を具現化したような曖昧な姿をしています。この旅は千尋にとって自分の力で困難を乗り越え、大切な人を救うために成長する象徴的な過程となっています。質問タイムでは、今の説明文をもとに、この場面についての質問に答えてみましょう。まずは、あなたが答えてみてくださいね。その後で、私からも回答例をお伝えします。千尋はなぜ電車に乗っているのですか？千尋はゼニーバに会うために電車に乗っています。千尋はゼニーバに会って何をしようとしていますか？千尋はハクのしたことをゼニーバに謝り、彼がゼニーバから奪った魔女のハンコを返すことでハクの命を救おうとしています。千尋の右隣には誰がいますか？千尋の右隣には黒い体と白いお面のような顔を持つ謎めいた存在、顔なしがいます。顔なしと千尋が一緒に旅をすることになった経緯を説明してください。
カオナシは湯屋で暴れた後、居場所を失い、千尋の呼びかけに応じて、この旅に同行することになりました。宮崎駿監督によると、カオナシはどのような存在ですか？カオナシは自分を持たず誰かにくっつきたいと思いながらも、出会うものや人によって形を変える存在です。不思議な存在のカオナシにはどのような解釈がありますか？カオナシはアイデンティティを持たず、他人に依存して変化する人々の象徴とも、自分の存在を認めてくれる人を探している人とも解釈されています。太ったネズミはもともと誰ですか？太ったネズミはもともと湯婆婆の息子の坊で、魔法でネズミに姿を変えられてしまいました。坊はなぜ外の景色を嬉しそうに見ているのですか？坊は湯婆婆に過保護に育てられたため、これまで湯屋の外に出たことがなかったからです。千尋たちが乗る電車はどんな電車だと言われていますか？いろいろな説があるのですが、千尋たちが乗る電車は過去に向かう電車や死者の国に向かう電車だと言われています。車内にはどのような乗客がいますか？車内には表情のない黒い影のような乗客がいます。この旅は千尋にとってどのようなものになりますか？この旅は千尋にとって自分の力で困難を乗り越え、大切な人を救うために成長する象徴的な過程になっています。ストーリーの説明に挑戦。では、ここで一時停止をして、この場面のストーリーを説明してみましょう。この映画にはいろいろな解釈があります。ぜひ、あなたの千と千尋の神隠しを説明してみてください。それでは、一時停止ボタンを押しましょう。今回のビデオはいかがでしたか？このビデオを作るにあたって、久しぶりに千と千尋の神隠しを見返しました。以前は見過ごしていた細部に気づくこともあり、ジブリ映画は何度見ても新しい発見があるなぁと感じました。
ぜひあなたも千と千尋の神隠しをもう一度見てみてください。見るたびに新しい魅力が見つかる素晴らしい映画です。今日も日本語を勉強してくれてありがとうございます。今日も明日もあなたにとって素晴らしい日になりますように。そしてこのビデオを見ながら一緒に音読してみてくださいね。音読は私の一押しの外国語の勉強方法です。チャンネル登録といいねをいただけるととても励みになります。それでは次のビデオでお会いしましょう。またね。